皆さんこんにちは、うつベンチです。今回はベンチプレス10回3セットはダメ。10回3セットでセットを組めば重量は伸びます。重量を伸ばすセットの組み方も紹介しますというタイトルでお話ししたいと思います。10回3セットってトレーニングの常識だったと思うんですけども、最近の筋トレ界隈を見ていると10回3セットは素人がやるものとか、10回3セットやめろとか、10回3セットでは変われない、こういったサムネタイトルの動画が非常に多いような気がします。中身を見てみると、高重量低レップセットもやった方がいいというように言っている動画も多いですが、サムネとタイトルの時点で視聴者の方々に誤解を与えているケースも少なくありません。実際に僕のところに相談に来ていただく方の中には、10レップのセットってやる必要ありますかとか、10レップは意味がないって聞いたんでやってませんとか、10レップはやったことがありませんという方が一定数います。しかし実際には10回3セットというセットの組み方はベンチプレスの重量を伸ばす上でも非常に有効なセットの組み方であり、筋肥大の上でも有効なセットの組み方です。これが誤解されて成長を阻害されるのはもったいないですよね。そこで今回は10回3セットはダメという意見に対して僕なりの反対意見と超大事なこと、あとは10回3セットでベンチプレスの重量を伸ばすセットの組み方をお話ししていこうと思います。この動画が面白かったよとか応援してあげてもいいよと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価をしていただけると嬉しいです。うつベンチ LINE 公式アカウントでは無料でベンチプレスのメニュー作成だったりフォームチェック、お悩み相談を実施しています。3ヶ月以上継続していただいた方のマックスの更新率は 95.7% とかなりの更新率になっています。概要欄からお気軽に友達追加とメッセージください。まず10回3セットはダメという意見に対する僕なりの反論をしていこうと思います。はじめに前提を揃えておきますが、ほとんどの方は10回3セットは絶対にダメという全否定ではないようです。10回3セットで疲れてもいないのにやめるのはダメとか、まだ何回かできるのにやめるのはダメという主張が多いように感じました。確かに一理あるなというふうにも思いますが、これは個人的な考えですけど、もしそうなのであれば今すぐやめろとか筋肉つかないとか体が変わらない、こういった全否定的なワードを使用するべきじゃないんじゃないかなというふうには思います。サムネじゃなくて動画の中身で判断してくださいとおっしゃる方もいらっしゃいますが、サムネは店の看板みたいなものです。看板にラーメン500円と書いてあるのに入ったらラーメンが800円だったらおかしいと思いますよね、普通。あくまで個人的に感じることですけどね。次の前提としてトレーニング頻度についてです。10回3セットを否定するほとんどの方がトレーニング頻度について言及していませんでした。週1回っていう前提なのかもしれませんが、それは当然少なすぎると思います。1週間に1回10回3セットをやって伸びる、そんな都合のいいトレーニングっていうのはないですよね。10回3セットなら最低でも週3回、できれば週6回トレーニングをした方がいいと思います。頻度を確保しづらいというのが10回3セットを否定する理由なら僕も同意ですが、この意見はなかったと思います。ということで、そもそも10回3セットに全否定的な人はほとんどいませんよということと、頻度はある程度確保しましょうねということを前提として10回3セットの否定意見を見ていきましょう。僕はベンチプレッサーなのでベンチプレスを例に挙げてお話しします。まず筋力が向上しないという意見がありました。10回3セットは中重量中回数なので筋力が伸びないため10回3セットでは体が変わらないというふうにおっしゃっていました。確かに10回3セットだけをやっていると一発とか3発練習を入れるよりベンチプレス一発の強さを求めるのにも筋肥大にも効果的ではないのかもしれません。しかし10発3セットで筋肉量が増えれば筋断面積に応じて筋力も向上するのでベンチプレスの一発の重量は伸びます。これはもちろん全身性過負荷の原則に基づいて10回3セットの重量を徐々に伸ばしていった場合です。ですのでベストな選択肢としては10回3セットに加えて1回1セットを加えるのがいいと思います。10回3セットがダメなわけではなく、もう少し工夫すればさらに良くなるというのが正しい表現かなと思います。10回3セットでは筋力が向上しないというのは極論すぎますね。
10回3セットでは筋力が伸びないのではなく、1回や3回の低レップセットも行った方がよりいいよねというのが比較的正解に近い表現なのではないかなと思います。次に、10回は長すぎてフォームが崩れるという意見がありました。10回は長すぎてフォームが崩れ、そして怪我をするから10回3セットはダメなんだという意見ですね。これに関しては正直フォームがそもそも固まってないだけですよね。10回でフォームが崩れるっていう人は8回でも5回でもギリギリになってくればフォームが崩れますし、重量が重い方がより怪我のリスクは高くなります。ですので回数は何回でもいいんですけど、10回でも12回でもいいですが、まずはフォームが崩れないで完遂できるセット重量を練習していく、この練習を重ねるっていうことが大事になります。フォームが定着していないのにいきなり10回ギリギリの重量でやったら、そりゃフォームは崩れますよ。ギリギリの重量は上級者でも多少フォームが崩れるものです。僕もフォームを崩さないようにやろうというふうに心がけていますが、やはりギリギリのセットではフォームが崩れます。なので初めから追い込もうとせず、まずは怪我をしないフォームを身につけるということを目標にした方が長期的な成長のためにもなると思います。はい、つまり10回は長すぎてフォームが崩れるのではなくて、10回でフォームが崩れて怪我をする人というのはそもそもフォームができてないということですね。そこから見直しましょうという話になります。次は余力が残るからダメという意見です。一番多かったのが多分この意見だと思いますね。特にボディメイク系の方、この意見がすごく多かったと思います。まだ何レップかできるのに余力を残してやったら意味がないという意見ですね。これに関しては別に余力を残してもいいんじゃないですかね。次回 2.5 キロ上げればいいだけだと思います。その日のトレーニングで終わりじゃないですからね。余力っていうほとんど数値化できないものを当てにするより、10発上がったら次回はプラス 2.5 キロするという方が定量的でいいんじゃないかなと思います。余力っていうのはその日の体調とか疲労度合いによっても変わったりするので、かなり不安定なものですよね。この定まらない余力っていうのを基準にしてしまうと、結果的に回数にもばらつきが出て、どのタイミングで重量を上げたらいいかっていうのが分からなくなります。10回クリアできたら重量アップ、クリアできなかったら一定期間頑張って、それでもできなければ一度重量を下げる等のルールを決めておけば、機械的に重量を伸ばしていくことができます。この機械的にっていうのが結構大事で、感情とか感覚を挟むと判断を誤ります。加えて先ほども言いましたが、10回をオーバーしてギリギリのところまで追い込むっていうことをやり続けると、フォームがどんどん崩れていきます。これによって怪我のリスクもありますし、崩れたフォームが定着して重量が伸びないということも起こりうるので、基本的に僕はあまり毎回追い込むっていうのは推奨していません。またトレーニングボリュームがある程度あれば効果が出るとか、エフェクティブレップという考え方もありますので、必ずしも限界まで動作しないとトレーニング効果が出ないということもありません。実際僕もトレーニングにおいて限界まで追い込むのは2週間から1ヶ月に1回程度ですけれども、トレーニング歴3年でベンチプレス150キロまで伸ばすことができました。ちなみに150キロ上げた時の体重は85キロです。余力を残しちゃダメという理論に対しては、伸びしろがもうほとんどない超上級者向けだと思います。次は10回3セットは根拠がないからダメなんだという話ですね。10回3セットに根拠がないからあまり意味がないよっていう意見もありました。これに関しては10という数字でなければいけない理由は確かにないと思います。3セットっていう理由もないと思います。正直10レップっていう数字はどうでもよくて、9レップでも11レップでもいいんですよ。そんなことはどうでもいいんですけど、キリがいいから10でもいいんじゃないっていう感じですね。そんなことを言ってもしょうがないんじゃないかなという感じがします。2セットでも4セットでもいいんですよ。調子が良ければ4セットやればいいし、調子が悪ければ2セットでもいいと思います。10回3セットで週3回トレーニングを行うと、週のトレーニングセット数が9セット、月間で36セットになりますが、これぐらいのトレーニング量をベースにするのは悪くない選択だと思います。ここをベースに週6でやるときがあってもいいし、週1しかできなくてもいいと思います。先ほども言いましたが、9レップでも11レップでもどっちでもいいんですけど、週間で何レップ何セットやったかっていうことが一番大事です。こういったへりくつに惑わされずに本質的なことを考えた方がいいですね。
次に刺激に慣れるという意見です。これ最後になりますけれども、刺激に慣れてしまうからダメなんだっていう意見もありました。10回3セットを同じ重量でやり続けていても意味がないよっていうふうに言ってましたね。これも10回3セットに意味がないのではなくて、重量を上げていないことに問題があるので、そもそも問題の捉え方が間違っているか、10回3セットはやめましょうっていうテーマを先に決めて、それに対して問題を考えたら間違っちゃったっていうののどっちかだと思います。重量を上げていけば刺激は変わるので、一つの重量がクリアできたら重量を上げるっていうのを繰り返していきましょう。はい、10回3セットはダメっていうことに対する、個人的な反対意見はこんな感じになっています。次に10回3セットはダメっていう話の中で決定的に抜け落ちている超大事なことに関してお話しします。それは2つしかないんですけど、1つ目は重量を上げていくこと、2つ目は月間か週間のトレーニングボリュームを多くすること。この2つですね。トレーニング効果を上げるために必要なことっていうのはほとんどこの2つに集約されます。まずは重量を少しずつ上げること。トレーニングの大原則として全身性過負荷の原則、またはプログレッシブオーバーロードというものがあります。これさえできていれば10回3セットでも15回3セットでも5回3セットでもトレーニング効果は出ます。基本的に10回3セットだろうが何だろうが、重量が伸び続けていれば筋肥大もしますし、一発の重量も上がります。追い込むとか追い込まないとかは関係なく、10回3セットがクリアできたら次回のトレーニングでは 2.5 キロ重量を上げましょう。重量を上げていく過程で自分の限界に近い重量になり、必然的に追い込むことになる場合は当然あります。ですが毎回必ず限界まで動作しなくてはいけないっていうのは少し疑問が残ります。ベンチプレスに限って言うと、習熟度が低いトレーニーがベンチプレスで限界まで追い込んでばかりいると、フォームが崩れて、崩れたフォームが定着して重量が伸びない、または怪我をするっていうケースが多いと思います。次に月間週間のトータルボリュームを確保するということについてですが、10回3セットを週に1回だと確かに効果が薄いというケースは多いかもしれません。重量が伸びていれば成長はしますが、頻度が低すぎて重量を伸ばすこと自体が難しいかもしれません。その成長スピードが適切かと言われると、これもまた疑問が残ります。それはなぜかというと、頻度が少ないことによって月間だったり週間のトータルボリュームが頻度が多い場合に比べて少なくなるからですね。筋肉の成長っていうのはおおむね月間とか週間のトータルボリュームによって決定します。トータルボリュームというのは重量×レップ数×セット数で計算されます。先ほどから述べているように重量を少しずつ伸ばすというのも結果的にトータルボリュームを上げることに寄与します。ですので週1回のトレーニングより週3回から6回のトレーニングの方がボリュームを稼げることになり、筋肉の成長につながります。またベンチプレスに関しては多くのレップだったり多くのセットを行うことでフォームの練習をすることができて、フォームが上手くなるので重量が伸びるということも考えられます。以上2点、重量を少しずつ上げること、トータルボリュームを確保することを意識すれば10回3セットというセットの組み方は非常に有用になります。10回という回数はそこそこ多い回数ですので、ボリュームというのも稼ぎやすくなります。次に10回3セットをベースとした具体的なトレーニングスケジュールを考えてみましょう。ベンチプレスのマックスが100キロのトレーニーがトレーニング頻度を週3回でスケジュールを組む場合、こんな感じのスケジュールで重量を伸ばしていくのがいいのかなと思います。今回はベンチプレスのみで考えていきますね。まず1週目月曜日にベンチプレス70キロ ×10 回 ×3 セットをクリアしました。火曜日はオフまたは他の部位をやって、水曜日はベンチプレス 72.5 キロ ×10 回 ×3 セットをクリアしました。これは月曜日にクリアしたのでプラス 2.5 キロしているという状態ですね。木曜日はまた他の部位をやって、金曜日にベンチプレス75キロ ×10 回 ×3 セットで失敗しましたという感じですね。土日はオフにしました。こんな感じですね。70キロ ×10 ×3 セットからスタートしてクリアしたら、次回は 72.5 キロ ×10 ×3、次回は 75 ×10 ×3 と重量を少しずつ上げていって、今回の場合は失敗というのは75キロ ×10 ×3 セットの3セット目が8レップしかできなかったとしましょう。
そうしたら次の週は 75kg×10×3 をクリアできるように1週間ぐらい頑張ってみます。そうすると2週目はこんな感じですね。月水金でベンチプレス 75kg×10×3 をやったんだけど、3回とも失敗してしまった。3セット目が7レップになったり8レップになったり5レップになったりという形で失敗してしまいましたと。これでクリアできないという場合は、3週目はもう一度 70kg×10×3 から再スタートします。1週目とほとんど同じですね。月曜日は 70kg×10×3 でクリア。水曜日は 72.5×10×3 でクリア。金曜日は 75kg×10×3 で今回はクリアできましたということですね。そしたら次回はまた 2.5kg 足していきます。4週目ですね。月曜日はベンチプレス 77.5kg×10×3、 これはクリアしました。そしたらまた 2.5kg 足して水曜日 80kg×10×3 で失敗しました。これもう一回金曜日にやってみましょうという風になってクリアしました。こんな感じで重量を伸ばしていくといいと思います。これであれば週のセット数っていうのは9セットですよね。多いとは言えませんが少なすぎるということでもないと思います。第4週に関してはセット重量の RM 換算が目標値に達している場合、つまりここでは RM 換算が 102.5kg に達している場合は1週間かけて重量を少しずつ上げていって1レップに体を慣らしてマックス挑戦するっていうのもありだと思います。マックス挑戦する場合のスケジュールとしてはこんな感じですね。月曜日がベンチプレス 95kg×1 回 ×3 セット。水曜日がベンチプレス 97.5kg×1 回 ×3 セット。金曜日がベンチプレス 100kg×1 回 ×2 セットで、土日でオフを挟んで5週目の月曜日に 102.5kg×1 マックス挑戦。こんな感じですね。特に一発の重量を伸ばしていきたい場合っていうのは1週目からセットを行う前に毎回一発セットっていうのを入れるといいと思います。さらにこのスケジュールだと、プッシュプルのスケジュールになるんじゃないかなと思うので、ベンチの後にプッシュ系のディップスを2セットとかオーバーヘッドプレスを3セットとかっていう風に加えるとよりいいと思いますね。慣れてきたらベンチを5セットにするとさらに効果的だと思います。このセット数を少しずつ増やしていくっていうのも全身性過負荷の原則なので、スタートは3セットから始めて徐々に4セット5セット、8セット10セットというように増やしていけるとさらにいいと思います。こんな感じで10回3セットっていうのをベースとしてトレーニングを組んでいく方法でもベンチプレスは必ず伸びますし、他の種目でももちろん効果は出ます。最近は10回3セットはダメっていう情報が数多く流れていますが、表面上の情報にとらわれずに本質をつかむことでベンチプレスを伸ばしていくことができますので、一緒に頑張っていきましょう。はい、ということで今回は以上です。この動画が参考になったよとか応援してあげてもいいよと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価をしていただけると嬉しいです。うつベンチ LINE 公式アカウントでは無料でベンチプレスのメニュー作成やフォームチェック、お悩み相談をやっています。概要欄からお気軽に友達追加とメッセージいただけますと嬉しいです。これからもベンチプレス頑張りましょう。それではまた次回。バイバイ。